ちは、リンゴコだよ。今回はリズムに合わせて親指を動かそう。無一郎バージョンの制作過程解説していくよ。それじゃあスタート。よろしくね、グーグルさん。11月21日から書き始めたよ。最初は角度低くて、後で頭持ち上げた。ちゃんとお顔見せたいしね。もともとは彼を手の上にうつ伏せにして、腕でほっぺを押しつぶす感じにしたかった。髪の毛も特徴的だから、絶対見せたいし、置くのにちょうどいい位置を探してた。で、全部動画編集ソフトに放り込んで、とりあえずテンポ合わせちゃうの。今回はリズムをつかむのが本当に下手で、ずっとテストしてた。スクリーン録画して、マウスでテンポ確認したりとかね。まだ全部ラフなんだけど、構造はもうできてるから、あとは細かく書き込んでいくだけ。刀の顎の部分はね、コピペして色濃くして、立体感と反射入れたよ。で、線が書いたら、手の位置が刀の顎のへこんでて変だったから、手ちょっと下げた、タイトルの行間も詰めた、袖が地にかぶるからさ。これは動画のサムネになるし、細かいところに影とか入れて、影の中にも反射入れて、頭のてっぺんもツヤっとさせておいた。ラフの横に紙の線2本書いてた。彼の特徴なのでね。それから、髪が顔にべったり貼り付かず、耳が見えることが多いので、耳を描いておきました。お口は最初点だったけど、後で三角形にした。では、適当に。だって主役むいくんだし。手で雨から守ってる。だから影はちょっと冷たい色にして。
景もそんな雰囲気でまとめた。雨の動きはね、まず2枚だけ描いてみて。足りなかったら後で増やそうって思ってたけど、案外2枚でよかった。手にも水の雫描いてるよ。色塗るときは線画ブラシがちょい透けるからちょっと広めにベターって塗っといて、後から外側を選択して消しちゃう。でね、顔ちょっと修正したの。柔らかい雰囲気にしたかったから線を肌色っぽくして。次はぴょんって跳ねるところだよ。色紙にはシンプルな和風の雲を描いて、色がね、なんか青すぎたから髪とか目に合わせて青緑っぽく調整した。で、次は無一郎を描くやつね。ふわーって浮いててめっちゃ可愛いんだよね。しかも足ちょっと出てるの。めっちゃちっちゃいけど。最初は髪と体がかぶりそうで横に飛ばしてたけど、なんか微妙でさ、後ろにも髪が見えるように直した。右側のズボンと袖を濃くして、遠目でも形がわかるように。別に濃くなくてもいいけど、薄めの色でもいい感じになるし。
画面下に寄りすぎていたので、指がかぶらないよう全体を上げました。また顔修正。斜めの顔難しくて歪むんだよね。でも可愛くなった。次は色紙のシーン。ごちゃごちゃさせないようにして、無一郎がここを押さえてくれてて、その方が折りやすいのを。最初に折るのは折り目のところで、無一郎の頭は開いてる方を見させてる。その方が画面にちょっと動きが出るかなって思って、無一郎がこう折るんだよって教えてる感じになるから、色紙をいい位置に回してくれて、それから私たちが折るって感じ。着色していて気づいた。角度変だなって。同じ場所2回折ってるように見える。ここも間違いなので修正。手
をもうちょい左にしたくて書いてなかったとこ追加した。訓練場と折り紙部屋に来たよ。あ、違うわ、刀鍛冶の部屋だね。まず炭治郎を書いて、ついでに何人か一緒に入れようかなって思ってる。背景はざっくりした雰囲気だけ出せばいいかなって感じ。無一郎を真ん中に置いたのは、編集で回転させるときに中心にいると楽だから、服掴んでるとこ中心にして書いたよ。髪の毛はちょいふわっとさせたいんだよね。この時まだ炭治郎のボタンの色間違えてることに気づいてなくて、後でちゃんと黄色から銀色に直したよ。マジ助かった。で、背景塗るとき公共すぎて目立っちゃって、だって無一郎ってグラでないしね。だからその後背景のコントラストを下げたんだ。カメラが無一郎を追うから本当はもっと遠くに行ってるけど、背景動かさないとボケすぎるので、動きを入れたら見えちゃう部分を描き足した。次のカット。ちょっと高い視点で見下ろしてて、私たちが虫眼鏡で表情見てる感じ。
最初横顔描いたけどイメージ違って、先に別のところ描いてて、後でまた戻ってくるね。で、一番大事な最後の1枚、側面の線画は使わず、後ろから前に向かって描いていって、ずっと修正中、自分の中で思い描いてる完璧な笑顔にしたくてさ。とりあえずざっくりラフはこんな感じ。まずは彼らが向きを変える大体の位置を描いたよ。かわいい版もちゃんと振り向く感じに描かないとね。炭治郎が紙飛行機見せて喜んでて、無一郎くんどうしたの？で気づいて、一緒にこっち見て、私たちを見ながら炭治郎も微笑んで、横顔は全部描き直したよ。鼻とか口とか目のバランス全部調整。
あんまり描いたことないんだよね。髪の毛は本当に難しいし、ずっと資料見ながら描いてたよ。このカットはめっちゃ大事だから妥協できない。顔はサボってない。でも他の部分はまあ。でも見えないし、この丸の外側はあんまり目に入らないんだよね。でね、無一郎の顔歪んでて、すぐ直した。紙飛行機の描き方ちょっと研究してみたんだよね。マジで炭治郎の耳飾りまだ忘れちゃダメだよね。急いで描き足した。
で、線画がだいたいできたところで、一回このエフェクトがいけるか試したの。編集ソフトに入れて、マスクで虫眼鏡以外の部分を隠して合わせた。次は色塗りだよ。位置もバッチリだし、見た感じも大丈夫そうだから、そのまま塗っちゃおう。この時、無一郎の目に光ないんだけど、誰かに見られてるのに気づいちゃったから、視線がキリッとこっち向いちゃった。次のカットは光入れた。光ないと敵意っぽかったから、炭治郎の目は左右そんなさないからコピーしてた。ラストの1枚は本当慎重に描いた。影を青にするか。影を紫にしてみた。影に光入れてフィルターかけるか迷って、もっと綺麗になったり柔らかい感じになるんだけど、でも試してみたら元の色でもいいかなって思ったんだ。
ほっぺも赤くして健康的な血色って感じで。線も肌色寄せて柔らかくした。炭治郎もね。背景は銀杏色にして虫眼鏡を近づけて見てるときに色の違いがよく見える感じ。炭治郎との間にも少し光を入れて前後の関係がわかる。混ざらないようにした。無一郎の同感足りなかったから、だから彼の霞の呼吸のビジュアル効果を使おうかなって思ったんだ。もちろん簡単に描いちゃった。今は4枚描いたかな。まず編集ソフトに入れて効果を確認してみてた。ちょっと足りないな。もう少し足すことにした。一気に5から6枚追加見よう。髪が抜かれる瞬間も描いたよ。一瞬だから見えないけど見えたら動体視力やばいあれ。
1枚抜けてたっけ？自分でもわかんない。最初は左右に揺らそうと思ってたんだけど、顔があんまり見えなくなっちゃうからやめた。赤座みたいにじーっと指見ないのは、無一郎は落ち着いた子だから、可愛いバージョンにするなら、絶対目はパチってさせなきゃ。だって目こそ魂の場所だもん。ちょっと動きがあるとさらに生き生きして見えるんだよね。で、最後にもう一枚描き足したの。振り向いてこっち見るカットで、次のシーンの動きにつなげやすくなるように。最終的に編集ソフトで細かい調整して、指のリズム合ってるかなとかもチェックしてた。以上。今回の記録はここまで。動画めっちゃ長くなっちゃったけど、見てくれてありがとうございました。この2次創作、好きって言ってもらえて本当に嬉しい。次の動画も楽しみにしててね。バイバイ。